はい、皆さんこんにちは。で、今回はですね、VS コードとよく呼ばれているものですけれども、ビジュアルスタジオコードというマイクロソフトが出しているテキストエディターをインストールしていきたいと思います。はい、で、そしたらですね、検索で VS コードと入れて検索をしてください。で、そうすると、マイクロソフトのホームページが検索結果に出てくると思いますので、クリックをしてください。はい。で、クリックすると、ビジュアルスタジオコード、今すぐダウンロードというボタンがあると思いますので、こちらクリックします。はい。で、クリックすると、Windows 環境の方はですね、こちらの Windows ボタンを押しますが、Mac の方はこの Mac ボタンを押してください。はい。で、そうすると、ダウンロードですね。しばらく時間がかかるかもしれませんが、はい、ダウンロード完了するまで待ちましょう。で、Mac の場合は ZIP ですね。ZIP 形式でダウンロードされてくると思います。はい。で、ダウンロードが完了したら ZIP ファイルをダブルクリックして開いてください。はい。で、今ダウンロードされましたので、直接これクリックして開いてしまいます。で、今展開されてますね。はい。で、展開されるとですね、Visual Studio Code.app というアプリケーションが表示されると思いますので、こちらをアプリケーションフォルダーにドラッグしてください。はい。で、ドラッグすると、VS コードが、よいしょ。あれ、見逃したかな、私。ありますね。はい。こんなアイコンです。青いアイコンになります。で、こちら入りましたら、ダブルクリックで開いてみましょう。はい。で、開くボタンで開きます。はい。で、こちらがエディターを開いた初期状態になりますね。はい。で、私はですね、過去にインストールした実績があるので、もしかすると皆さんとですね、ちょっと表示が違うかもしれないですけれども、この後やっていただきたいことが、このメニューですね、アイコンが並んでいます。で、左側の一番上は、このファイルとかを開くための、このファイルツリーですね。今開いているフォルダーの中身が見える場所になります。はい。エクスプローラーと書いてますね。はい。で、その下は、この自分のフォルダーの中をファイル名とかで検索するときに使うこの検索ウィンドウです。で、ファイル名だけではなくて、コーディング、ですね、ファイルの中に書かれているこう何かワード、言葉でファイルをバーッと検索かけたいときにもここ使えます。はい。で、今回インストール直後に拡張機能を入れていきたいので、一番下のアイコンになります。この拡張機能ですね。こちらをクリックしてください。はい。で、私の方はですね、インストール済みでいくつか入っていますが、皆さんにインストールをしてほしい必須のものとしてはですね、これですね、このジャパニーズランゲージパックっていう、はい、これマイクロソフトの方から出ているものですね。はい。で、こちらをインストールしてください。で、インストールされてない場合は、そうですね、ジャパニーズで検索すると出てくるかな。ジャパニーズで検索すると、ジャパニーズランゲージパックって出てくると思うんですね。はい。で、私はこれもうインストール済みなので、ここアンインストールボタンになってますけど、インストールされてないパッケージの場合はですね、こんな感じでインストールボタンが出ていると思います。なので、インストールボタンが出ている方はですね、このジャパニーズランゲージパックのここのインストールという書いてあるところをクリックしてインストールをしてください。で、もう一つですね、ライブサーバーというものがありますので、これもライブサーバーですね。こちらも
入ってない方はですね、はい、入れてください。でこれもクリックしてみますが、私はですね、これもすでに入っているので、無効にするとかアンインストールの表示になっていますが、入っていないと、こんな感じでインストールボタンが出てると思いますので、こちらもインストールを進めてください。はい。じゃあこの2つですね、必須としてはこの2つですね。で、VS コードに関しては、エンメットはもうすでにパッケージがおそらく入っているんじゃないかなと、はい、思いますので、特にこれを入れる必要はないかなと思います。はい。で、ちょっとじゃあフォルダを軽く開いてみようかなと思うんですけれども、これですね、一番上のエクスプローラーと書いてある書類のアイコンのところをクリックしたら、ファイルのこのフォルダを開くですね。今ちなみにそのジャパニーズ、ランゲージパックっていうのが入っている状態なので、ここ日本語メニューになっている状態だと思いますので、皆さんパッケージを入れていただいてからですね、この表示同じようになるんじゃないかなと思いますが、日本語メニューでいうとこのフォルダを開くというメニューがあると思いますので、はい、ここで自分が作業する場所ですね。で、私は今テストというフォルダを作ってありますので、このテストフォルダ、上に表示された状態で開くボタンを押します。はい。で、そうすると、はい、こんな感じですね。開けました。で、このインデックス HTML を例えば編集していきたいときは、ダブルクリックで開くと、こんな感じで、はい、表示されてきます。はい。で、例えばですね、エンメットがちゃんと機能するかどうかというところなんですけど、もう一つですね、テスト HTML というものを私ここに開いてます。で、今ですね、このボディタグの中に、このヘッダーとかメインとかフッターとか書いてあるんですけど、例えば、じゃあヘッダーの中に、そうですね、じゃあ、ナビゲーションを入れようかなと。で、ナブで、クラス名 GNav という名前付きのナブタグを入れたいときはですね、ここまで打ってタブキーを1回押します。はい。で、そうするとエンメットが機能して、こんな形に展開されますね。はい。で、実際にコーディングを進めていくときは、この中にこうどんどんですね、UL の中に LI が、じゃあメニュー項目3つあるから3つ入れて、その下に A タグでリンクだな、みたいな感じで、またタブキーを押すと、こんな感じで展開されていって、で、ここにメニュー項目ですね。で、1個目のメニュー項目とか、で、下2個目、3個目ですね。はい。で、こんな感じでコーディングを進めていくような形になります。ここはリンク先がね、実際は入りますけど、一旦ちょっとシャープ入れておきます。シャープはね、本当はここ、ID 名が入る感じですね、この続きは。はい。一旦仮置きでシャープだけ入れていますが、はい、ここまでで、はい、簡単な動作確認とですね、拡張機能のインストールの部分について説明しました。はい、実際、そうですね、アトムが今年2022年の12月に開発終了してしまうので、今、ビジュアルスタジオコードがおそらく一番人気のエディターかなと思うんですけれども、はい、ご自身のパソコンですね。で、学習を進めていきたいという方は、この VS コードの方をインストールして使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあインストールの説明は以上になります。はい、お疲れ様でした。